これまでのディスオナード2は、クーデターが起きてクラウンキラーの罪を着せられたのよ。アダマイヤの方角へ逃げられた錬金術師ハイペシアの研究所さ。ハイペシアが関わっていないことを祈りたい。彼女は聡明かつ利他的、ザーコノス中で多くの尊敬を集めている。あなたどうしたの？ハイペシア医師にやられた。彼女がクラウンキラーだ。いや、ハイペシア先生。でもハイペシアがクラウンキラーだった。ソコロフの方は？キリン人同士という男が引き取っていった。次は彼ね。アントンが無事だといいけど。ソコロフは若い頃ダンウォールの天才と呼ばれていた。彼の発明は街を一変させた。工場で使う電気、車とそれを使ったレース。私は音と光を発する彼の道具に守られながら成長した。彼の話は面白いものばかりで、その突飛な話は貴族だけでなく、お堅い監督官をも驚かせていた。それから長い時を経て、今ではキリン人ドッシュがカルナカの天才と呼ばれている。狂気の発明家で、公爵に人間のような動きをする機会を与えた。騎行兵、戦闘と殺人のための人形。ソコロフを見つけて無事に救出せねばならない。一人の天才を助け、もう一人の天才を捕らえる騎行兵の軍団が作られる前に。ハイペシア医師はちゃんと船に来れたみたいだね。後で話しに行こう。彼らはティビアで何と言ってる？見てみろ。深々と頭を下げているように見える。出発前にハイペシアと話した方がいい。彼女は部屋にいる。しばらくはね。アダマイヤから離れる必要がある。ハイペシア先生は前よりも良くなってるようだ。あの医者は自分がクラウンキラーだと知らなかった。だがそんなことがあるか？多分思い出したくなかったんだ。あの女性は前公爵政権時に尽力した。町で最も貧しい人々のために。こんな状況にもかかわらず、ハイペシアを助ける方法が見つかってよかった。本当に予想外だ。薬物で別人格ができてたくらいだからな。本当に治ってよかったと思うよ。来てくれたのね。ハイペシア先生、何か覚えていることは？アントン・ソコロフを見つけないと、彼が公爵の計画を明らかにするための鍵になるかもしれない。記憶がバラバラで繋がらないのよ。公爵は大発明家キリン人ドッシュと親しかった。でも彼には残酷なところもあった。ソコロフを尊敬しているけど嫌っているようにも見えた。私たちはアラミス・スティルトンの屋敷に行った。私は彼が好きだった。でも何かが起こった。ごめんなさい。断片しか覚えてないのよ。しばらく休んだ方がいい。少しはマシになるかも。だといいけど、あなたがしてくれたことを完全には理解していないかもしれない。でもアダマイヤではあなたに助けられたわ。ありがとう。夢は今でも私に様々な映像を見せる。中にはすぐに忘れてしまうものもある。初めてここに来た時、私は放心状態だった。でも良くなってると思う。あとどれだけここにいられるかわからない。でもアダマイヤから離れられるのが嬉しい。数日休めたのが良かった。きっと潮風や船の揺れのおかげよ。それか前みたいにいい人たちがそばにいてくれたからかもしれない。カルナカはいつかセオダニス老公爵が支配していた頃の姿に戻れるはずよ。きっとね。気をつけて。誰かがこれを正さない限り、これから数十年の間、
暗い時代が続くことになる。本人も体調が回復しているのを自覚できているみたい。まだ記憶は混濁しているようだけど。ミーガンはデッキにいるはず。ラムゼーとクラウンキラー、パズルの2つのピース、まだ足りない。クラウンキラーは公爵のクーデターの道具だった。殺人者の行動には特定の効果があった。ハイペシアは自分の作り出した薬の影響でとんでもないことをしてしまった。でももう今は自由。待ってて、アントン。この人道種のシルバーグラフ画像はいつ頃作られたものなんだろう。人道種は20数体の機構兵を使って王国を変えた。彼は機械仕掛けの軍隊を使って何をするつもりなんだろう。機構兵の取説だ。さすがに倒す手段までは書いていない。人道種の元へ行くには機動車でアベンダ上地区に抜ける必要がある。これで情報は揃ったかな。デッキのミーガンの元へ向かおう。友人が船を沈めないことを願おう。いいか？行きましょう。わかった。始めよう。ジンドッシュは公爵の取り巻きの中で重要な存在。最上級衛兵が屋敷を警備している。正体がバレたら町全体が大騒ぎになるぞ。そんなことさせない。光の壁が駅への軌道を妨害しているというのは事実。その通り。でも近くに闇取引の店があって隠れて商売をしている。リワイアツールを使ったことは？使い方は教わった。わかった。光の壁を通り抜けたら機動車に乗ってジンドッシュの家に向かうんだ。あの屋敷が恐れられているのには理由がある。任せて。あのイカれた男と機構兵には気をつけろ。そしてソコロフを救出してほしい。さて、ミッション開始です。まずはジンドッシュの屋敷に向かっていきます。駅から列車に乗るだけです。駅は屋根から向かうと楽ちんですよ。私は夢から覚めここが駅の屋根です。まだ列車はついてないので、天窓から覗いて少し待ちましょう。ここがベストポジション。兵士が2人乗っているので、降りるのを待って列車を奪います。海の上で取引を行う間抜けどももいるが、無事に済めば高い地も激しい。ちょっとジェットコースターみたいでワクワクしますね。登りきっても落ちないのがちょっと残念。ここから人道種の屋敷が見える。なんだ、コードが必要ね。ゲートが閉まっているので、開けるためのコードを取りに行きます。コードはすぐ隣の兵士詰所の3階にあります。1階は兵士が階段を監視しているので、ファーリーチを使います。その後は普通に歩いていけば OK です。この部屋の兵士がコードを持っていますが、サボって寝ているので、しゃがんで取りに行きましょう。コードは2個ですね。あとは列車に戻ります。窓から降りればよいです。ここにコードを入力します。これで屋敷まで列車で行けるようになりました。
こまでは楽ちんでしたね。ただ、このミッションは屋敷に入ってからが本番です。屋敷は奇妙だけど美しい。キリン人同士を殺さずに終わらせる方法もあるかもしれない。よし、人同士を排除してアントン・ソコロフを探さなきゃ。この屋敷はからくり屋敷になっていて、レバーを引くと屋敷の構造が変化します。でもレバーを動かすとジンドッシュも侵入に気がついて騎行兵が動き出したりします。なのでジンドッシュを倒すまではレバーを動かさないようにして進みましょう。壁の裏に隙間があるわ。壁の裏はからくりの裏側が見れて面白いのですが、敵もいないので安全だからどんどん走っていきます。ここは下に敵がいるので一応歩きます。走っても問題はないです。この値段を考えたら普通待たせこたりしない。の窓から屋敷内に潜入していきます。中には敵兵が2人いるので、一番右の窓からファーリーチで本棚まで飛びます。低賃金は高利益をもたらす。でも私の時間の方が貴重よ。ちょっと調整が難しいですが、焦らずにやりましょう。前に誰かに1時間以上待たされた。ここまで飛んだら廊下にいる兵士がこっちに来るのを待つか、麻酔ボルトで眠らせます。麻酔ボルトは後で補充もできるので使っても問題ないです。ここからはしばらく敵兵はいないです。必要なアイテムの回収に向かいます。アイテムはスタンマインが4つは欲かないりしです。したね。この扉は破壊可能なので銃で破壊しましょう。ジンドッシュの部屋のからくりのメンテナンスルームに入れます。このパネルにアイテムがいっぱい置いてあるのでもらっちゃいます。とりあえずスタンマインを3個もらえました。あとは来た道を戻ってエレベーターへ乗ります。3階のオフィスエリアに行きます。エレベーターがずっと目の前に騎行兵がいるので、乗っているときは扉の左側にいましょう。騎行兵が察知してきますので、落ち着いていなくなるのを待ちます。騎行兵は前後どちらも見えているので、いなくなるのを待ってから行動開始です。そうしたら扉の前に先ほど手に入れたスタンマインを2つセットします。セットしたら左回りでジンドッシュの元へ向かいます。ここで少し待つと騎行兵がエレベーターの方へ向かうので、そうしたらジンドッシュを麻酔ボルトで眠らせます。最終テストが終わったら私を守るのが君の仕事だろう、このバカ者めが。エレベーターに向かった騎行兵はトラップにかかってくれましたね。スタンマインを2発当てれば騎行兵は倒せます。もう1体いますので、一応リワイアツールで無効化しておきましょう。これでこのエリアは完全に安全圏です。ソコロフは評価室に隔離されているらしい。キリンジンドッシュ。ソコロフに電気ショックを受けさせるつもりのようだ。なんて残忍なの。この装置なら死なずに済むわね、ジンドッシュ。それじゃあ逆にジンドッシュを電気ショックにかけてあげよう。この辺りから降りると
抱えたジンドッシュを落とさずに済むよ。これはジンドッシュが作った電気ショックね。あとは電力を上げていきます。まずは解剖プラットフォーム。プラットフォームの移動は時間がかかるので、さっきスタンマインを取ったところに残したアイテムを回収しておきます。移動するパネルに乗るとエレベーターより楽ちんだよ。これでアイテムの回収はおしまい。また上に上がりますが、これもパネルに乗っていくと楽ちん。エレベーター前のレバーがロック解除されるのを待ちます。そういえばルーンもあるので後で回収しましょう。レバーを引いたら目の前のパネルで一緒に上がっていきましょう。もう少し時間がかかるので近くにあるアイテムをついでに回収しておきます。これで戻るとちょうど電力チャージが終わってるくらいですね。これで電気ショックは作動するはず。自分が何をやっているのか分かってるのか。何でも言ってくれ。望むものは何でもやる。おい、やめろ、やめてくれ。失われるんだぞ、来るべき進歩の時代が。こんなことになって残念だわ、ジンドッシュ。これで天才ジンドッシュの脳みそが破壊されて一般人以下の知能まで下がっちゃいました。これでジンドッシュは無害なので放っておいてソコロフを助けに行きます。エレベーターから評価室に行きます。この先に光の壁と敵兵が1人いますので注意。さて敵兵はどこかな。あんなところにいた。普段はもう少し近くにいるんだけどね。倒したら発見されないように運んでおきましょう。この辺りで良いかな。この中が評価室です。飛行兵が1人いるのでまずは排除していきます。排除方法はさっきと一緒でスタンバイに1個壁の付近に置いておけば OK です。評価室を再構築。準備完了。再構築 B。 あとはレバーを引いて飛行兵が壊れるのを窓から見学します。捜索プロトコルを作動中。これでおしまい。評価室も安全になったのでソコロフを迎えに行きましょう。飛行兵がいなくなったのでゆっくり床の仕掛けを起動させながら行けばよいです。あとここにアイテムがあります。貧乏症なので回収しておきたい。
ソコロフを見つけました。元気かな？ソコロフ。エミリー・カルドウィン、お前がここにいるということはわしの想定以上に物事が進んでしまったということだ。だがキリン人と氏は死んでいない。だが彼の機械を使わせてもらった。彼はもう昔の彼じゃない。お前は面白い女の子だった。魅力的な女性になったな。だいぶ老けたなソコロフ。昔はあんなにきつい感じだったのに。ということでソコロフも助けたので、あとは脱出です。脱出もルートだけ押さえれば何も難しいことはないです。評価室を出たら階段上に敵兵がいる可能性があるので、階段は登らずにファーリーチで上に上がります。後部屋の上の隙間を狙ってまたファーリーチで登ります。からくりを起動させて部屋を下に下げます。この時部屋と一緒に下がらないようにしましょう。でもジンの氏はどこにいるんだ？部屋が下がってきたらまたからくりを起動して今度は部屋と一緒に登ります。登ってくると最初に来た道に戻っているので、あとは同じルートで戻るだけです。ここは謎のオブジェの上に落ちるとソコロフを落とさずに降りれます。列車に乗って火葬まで戻りましょう。ソコロフ、ちょいちょい目を開けてない？光の加減か？やっぱ開けてるよね。ここはデリア様の時代に火葬に戻ると一杯いた警備兵はいなくなっています。戻るルートは来た道と一緒で屋根から行きます。失敗。捕まえた者には褒美として銀を与える。今朝子供たちにお別れのキスはしてきたかしら？警備兵は全員が魔女にやられたみたい。そもそも敵対関係だったのか。まあ敵が変わってもやることは変わらず、来た道と同じルートでミーガンの元へ戻るだけ。やったな。状態は？弱っていて傷を負っている。でも大丈夫よ。本当に成功するとはな。話したいこともあるだろうが、船に戻ってからにしよう。さあ行こう。これでのキルのアラート達成です。お疲れ様。次回のディスオナードは、ソコロフは無事に救出できた。しかし、彼は予想以上のダメージを受けていた。そんな状態ではあったが、情報は手に入れていた。渡される一人の似顔絵。ブリアナ・アシュワース、王立博物館の館長だ。
その情報をもとに王立博物館に向かうが、現地は物々しい警備が引かれていた。そして潜入した博物館内部で思いがけずに再びデリラと出会う。彼女が大いにこだわる理由、母であるジェサミン女王との因縁を知ることとなる。ここまで見てくれてありがとうございます。次回も見てくださいね。よろしければ動画の評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。